ついに今月、イカゲームシーズン2が配信に。このチャンネルもイカゲームにはお世話になったにゃんねー。でもにゃんにも覚えてないってことで、今回一気におさらいに。じゃあとはよろしく。俺かよ。バツイチ、借金4000万。何をやってもダメな47歳10年の義憤は、借金取りに追われながら病気を持つ母親の金を使って警棒する、いわゆるクズ。唯一の心の拠り所は愛する一人娘。だが、その娘も元奥さんが再婚し、アメリカに行くことが発覚。悩んでいたところに正体不明の獅子が話しかけてきて、なぜかめんこで勝負をすることに。義憤は勝利し、お金をもらい喜んでいると、もっと稼げるゲームがあると名刺を渡される。電話番号だけ書かれた見るからに怪しい名刺だが、お金があれば有益する能力があるとして娘の親権を取り戻せると聞いた義憤は、この番号に電話しゲームへの参加を決意。されられた集合場所に行き、ワゴン車に乗り込むとお約束で眠らされる。目を覚ました義憤はなぜか緑のジャージ姿。周りの人間もみんな同じ。そこには義憤の幼馴染でソウル大学での秀才のサウ。認知症だという病養しおじいさんイルナムなどが。どうやらここには多額の借金を抱えた人間が集められているよう。そこに現れたピンクの服に鴨で隠した独特の格好のゲームの運営側。イカ軍団はいきなり、これから6日で6つのゲームを行い、すべて勝利した人間が巨額の賞金をもらえると説明。いきなり連れてこられたことや何のゲームか詳細を教えられないことに不信感しかない参加者。しかし、イカ軍団の再び借金取りに追われるか、我々のチャンスにかけるかという言葉に動かされ、全員ゲームに参加することに。最初のゲーム会場は大きな広場に巨大な女の子のロボット。ここで行うのは昔懐かしのだるまさんが転んだ。ロボットに見つからないように済むだけのゲーム。あまりの幼稚なゲームに拍子抜けする参加者はヘラヘラしながらクリアを目指す。が、これはただのだるまさんではなく、目からビームを出す殺人だるま。調子に乗ったモブキャラが殺され、参加者に戦慄が走る。
義憤は前の人に隠れながらパキスタン出身のアリの助けもあり、ギリギリクリア。サオとおじいさんもクリア。ここで1話終了。このゲームでは脱落者は死亡。という恐ろしい全貌が分かった第1話だったんだよ。参加者たちは、あんな殺人ゲーム聞いてない。と、子持ちのミニオン。を中心にイカ軍団にブチギレ。が、目の前で賞金となる456億ウォンを見せられ、心を揺さぶられる。このゲームは関数の同意で中断可能。という民主主義的なルールがあり、ゲームの続行を決める投票を実施。結果は不参加が1票多く中断に決定。運営は関数が希望すればゲームを再開できる。と言い残し、皆元の世界に解放。義憤はすぐに警察に駆け込み、このゲームのことを訴えるが、警察は取り合ってくれない。家に帰るも母親が病院にいることが発覚。重度の糖尿病だがお金がなく入院もできない。そんな状態でも働きに出かける母親を見てお金の差を痛感する。脱北者の勢力は幼い弟のため北朝鮮から母親を連れてきたいのが約束していたブローカーから騙され、さらに金がいると言われてしまう。あるいは勤めていた工場が給料未払い。悪徳社長ともめ、社長の指が機械に巻き込まれ、ぶっつん。家族を安全のため祖国に返し、あるいは何か腹を決める。小表のドクスは戻った途端、暴力団の抗争に巻き込まれる。なんとか生き延びるが、今の生活に嫌気が。サンはエリート証券マンだったのだが、先物取引に失敗し、多額の借金があった。会社の金を横領して運営をするし、その結果、警察に追われるように。それぞれがそれぞれのジョークを抱えるのか、再び例の名詞が登記、みんな示し合わせたようにゲームへと戻っていく。一方、警察官のジュノは、義憤が見せた名詞に見覚えがあり、失踪した兄の部屋に同じものを見つける。義憤の後をつけ、ジュノはゲームの実態を探りに行く。それぞれの登場人物がゲームに参加する背景が分かった第2話だったんだよ。悪徳社長が手を挟まれるシーンは怖くて見れないに。あれは、黒注意。
再び眠らされ、参加者は会場に連れて行かれる。ジュノは兄について調べるため、イカ軍団になりすまし、内部に潜入。ギフンが目を覚ますと、結局集まっていた前回のメンバー。ゲームに勝つために共闘しよう。と、ギフンは、サンウ、おじいさん、アリとチームを組むことに。そして、第2ゲームに。次の会場には、丸、三角、星、傘のマークあり、4つから1つ選べと言われる。3は、このマークと前回のゲームが小さい頃の遊び。で、あったことから、次のゲームは、タルゴナ。を、このマーク通りに、オルゲームと推測。実際に推測通りだったのだが、3はこれをチームで共有せず、だんまり。着し自分は簡単な三角を選んで、何も知らないギフンは一番難しい傘を選んでしまう。3はあさりクリア。ギフンはアウト。と思いきや、ペロペロ作戦。で、俺は少し見事クリア。おじいさんも真似してチーム全員クリア。3は一体何を考えているのかが気になる第3話だったんだよ。なんとかクリアしたギフラ。参加者は残り108人。賞金は348億ウォンへ膨れ上がる。で、次のゲームの前にトラブルが勃発。上から与えられた食事がゆで卵1個だけ。それを特殊軍団が他の参加者のものを強奪。結果に発展し、暴行を受けた参加者が死亡。これで特殊は失格。と思いきや何もお咎めなし。上からはプレイヤーが減りました。とアナウンスがされるだけ。これには参加者にも動揺が。ゲームに勝たなくても周りの人間を殺せばいいんだ。という考えが参加者たちのノリを駆け巡る。そして、その不穏な空気のまま、緊張がピークに達し、その日の消灯後、息子が唇を切り、会場で大乱闘が勃発。ギフラはギフン軍団。そして、毒素に狙われたセビコを助け、なんとか生き延びる。ただ、この乱闘で参加者は80人に減る。ギフラとドクサラは完全に対立。そんな状況の中、第3のゲームへ。次のゲームはチーム戦と付けられ、10人でチームを作ることに。ドクサはチームを屈強なメンバーで揃える。その理由は参加者の医者。が、医学軍団の死体解剖を手伝っており、その見返りで次のゲームの内容をリークされていた。基本チームは、サウ、ジオン、セビク、ミニョ、とおじいさん。という心もとないチームに。
そしてゲームの内容が明かされたのだが、リーク通り力が必要とされるスナシティ。スナシティを行うのは交渉で、引っ張られて負けたチームは転落して死ぬ。という恐ろしいゲーム。特殊軍団は圧勝し勝ち抜け。次は義憤軍団の試合となったのだが、ここでおじいさんが覚醒。正規の攻略法をみんなに伝授。明らかに男が多い相手チームにリードする展開。が、そんな小手先のテクニックでは無理があり、時間が経つとどんどん引っ張れる義憤チーム。その時、最後の呼びかけで引っ張っている綱を一瞬離す。という奇策によって出る。ここで要は終了。この綱を離す奇策で日本チームは勝利。インフラの間で信頼が生まれるが、独裁の警戒心は増える一方。インフラはバリケードを作り、独裁の襲撃から身を守ることに。その中、ゲームの裏側でも動きが。ジュノが伊賀軍団の一人を尋問し、過去の参加者が載ったファイルを発見。そこには優勝者としてファン・イノ。ジュノの兄の名前が。兄は間違いなくこのゲームに参加していた。そして死体処理を手伝されていた便宜が大暴れ。約束を保護され、ゲームの内容を教えてもらえず、ブチギレ。イカ軍団をミスで刺し、会場から脱走しようとする。この騒動の中、現れたのがフロントマン。と呼ばれるイカ軍団のリーダー。イカ軍団が臓器を撃っていることに怒るかと思いきや、臓器なんかどうでもいい。お前らの罪はゲームの平等を奪ったことだ。この参加者は不平等や差別に苦しんでいた。ここでは公平に競える最後のチャンスを与える。そう、ゲームの内容を漏洩した罪でイカ軍団を処刑。おまけに医者も処刑。こうしてフロントマンの存在が発覚。そしてこのゲームが何を目的としているかが明かされた第5話だったんだよ。医者、手伝っただけなのに、かわいそうすぎるに。イカゲームの掟。ジョーの侵入に気づいたイカ軍団。参加者をチェックするが異常はなく侵入者を見つけられず。そして参加者は第4ゲームに。第4ゲームはペアで行うことになり、自由に取り組みを作ることに。前回の経験からみんな強いやつ、有能なやつを組みたい。という思いから慎重にパートナーを選ぶ参加者。毒素は古文。3はあり。セルクは女の子としてジオン。と組むことに。
義憤も強そうな相手と組もうとするが、明らかに相手のいないおじいさんに同調して組むことに。残念ながらミニオンは人望ゼロで誰とも組んでもらえず、あまりに。が、しかし次のゲーム、二人はパートナーではなく対戦相手。ノスタルジックなロジロのセットでお互いのビー玉を奪い合い、どちらかだけ生き残れる残酷なゲーム。なので、ミニオンは生き残り確定。そして、ゲームスタート。ドックスはコブに裏切られ、反逆に愛想になるも、一発逆転で生き残り。3はビー玉遊びを知らないありに、最初は優しくルールを教えるも、自分の負けを込むとブチギレ。本性をむき出しにし、二人とも助かる方法がある。残り3分まで一旦別れよう。と言いながら、こっそりアリのビー玉を一度すり替えて勝手にクリア。アリはここで脱落。セブクとジオンはこの状況でお互いの俺たちを打ち明け合い、友情が芽生える。ただ最後はジオンがセブクにずる形となり、セブクが生き残り。ギフンは勝負を始めようとするが、懐かしいロジロを見つけか、おじいさんが急にボケ始め、ゲームにならない。そこで、ギフンはボケているとこにつけ込んで、ビー玉を集める。しかし、実はおじいさん、ボケてるふりで、ギフンのやってることに気づいていた。怯えるギフンだったが、俺たちは幹部。楽しかったよ。と言い残し、おじいさんはビー玉をギフンに託すことに。ギフンはおじいさんと抱きしめ合ったと泣きながらクリア。これで残り2ゲーム。17人の生き残りが決まった6話だったんだよ。セベクと G4 の戦いは涙が出る展開だったに。それに控え、3話。フロントマンに警察と気づかれるジュノ。数年のところまで追い詰められるが、そこに仮面をつけた正体不明のピップ。と呼ばれる外国人たちが登場。どうやら彼らは超富裕層で、このゲームをエンタメとして見物し、参加者で誰が勝つか賭けをしているよう。ジュノは覆面をして潜伏し、ピップたちから情報を得ようとする。そして第5ゲームに。次のゲームは飛び石ガラス渡り。高所に2枚ずつ並べられたガラスがあり、片方は割れないが、もう1枚は乗ったら転落。っていう恐ろしいゲーム。プレイヤーは何も知らされずスタートする順番を選んだのが、ギフンはラッキーなことにどちらのガラスが割れるかわかる最後に。ただみんな怖くてなかなか進まないため、時間制限でアウトの危険が。ドックスはビビりまくった挙句ミノに抱きつかれ2人してアウト。制限時間が迫る中、参加者にガラス職人を名乗る人物が。
割れる方を見分けられる。と言ったのだったが、最後のガラスで、時間がない。と、3は、ドン。ガラス職人を突き落とし、ギリギリのところで、セベク、ギフンと続き、クリア。これで、最終ゲームに、サウ、セベク、ギフンの3人が進むことに決定。一方のジュノは、ピープの一人を殺し、得た情報を持って島から逃亡を図るんだよ。罪のない人を落としたサウにギフンはブチギレ。サウも、俺らは死にかけていた。お前はお人しすぎる。と反論。両者は完全に敵対。そこにイカ軍団が登場。最終ゲームまで来たご褒美。そして3人にごちそうを用意。素敵にガツくギフンとサウ。が、このごちそうを前にセベクは動かない。実はセベクは前のゲームでガラスの破片が体に大量出血していた。異変に気づいたギフン。ヒーローに戻った後、セベクにケイオの状態を尋ねると、私の弟をよろしく。と言って倒れてしまう。ギフンがすぐに上に助けを求めに行くのだが、その隙にサムが隠し持っていたステーキナイフでセベクをぶすり。これで残りの参加者はギフンとサムだけに。一方、ジュノは別の島に脱出。が、すぐにフロントマン、イカ軍団に追い詰められる。フロントマンは銃を構えたジュノを説得。その話し方にジュノは違和感を覚える。お前は誰だと聞くと仮面を外すフロントマン。その正体はまさかのジュノの兄。感動の再会。と思いきや、ジュノを銃で撃ち、撃たれたジュノは崖から海へ。これでいよいよ賞金を得る勝者が決まる最終話へ突入するんだよ。久しぶりに見たにゃんね。イビョンホン。2、3本、イビョンホン。ギフとサウの最終決戦はイカゲーム。今更だけど、イカゲームは韓国の子供の遊びで、丸、三角、四角を組み合わせたイカのような陣地を体を張って争うゲーム。ただ今回はどちらかが走行不能な状態になったら終了。なので、森、陣地関係なく、ただの殺し合い。セベクを殺されたギフの怒りとサオの勝利の執念がぶつかり合い、一歩も引かない二人。が、ギフの正義が勝り、サオを馬乗りにし、ボコボコに。あと一本のとこまで追い詰める。が、ここでギフンはサオを殺すことはできず、
過半数の同意でゲーム終了。のルールを上に宣言し、ゲームを無効にしようとする。が、白ギターさんは、もう元の世界に戻りたくないのか。ごめん。と言って、ナイフで自分の首をぶすり。これでゲームに決着が。ギフンは再び眠らされ、456億ウォンが入った銀行のカードを手にして元の世界に。ゲームの勝者になり、この大金が手に入ったにもかかわらず、全く喜ぶ様子がないギフン。さらに家に帰ると母親が病気のため死亡。周りの人間がいなくなっていき、どんどん正気がなくなっていく。ギフンは初期に全く手をつけず、髪はボサボサ。ホームレスのような生活に。そんなギフンのもとに、再びあの名刺が。呼び出された先にいたのは、ベッドに横たわる死んだはずのおじいさん、イルナム。実はこのゲーム、イルナムの手によって行われたものだった。なぜこんなゲームをしたか問い詰めるギフン。金貸しをしていて有り余るほどお金があった。金がありすぎる人間は何をしてもつまらない。子供の頃は何をしても楽しかった。と、ゲームを始めた動機を語るイルナム。そして、君と一緒にゲームをして、あの頃が思い出した。と、ギフに干渉し、脳に塩があったイルナムは、そのままぽっくり。仲間の無念を晴らせず、やりきれない森のギフと多くの謎を残したまま、この世からいなくなってしまう。そしてエンディング。何かが吹き出たギフンは髪を赤色に。サンゴの母に賞金とセブクの弟を預け、自分は娘に会いにアメリカへ。が、空港に行くその道中。またあのメイク男を発見。勧誘されていた男から飯を奪い、再び上に電話をする。ギフンは、お前らの正体を知りたい。と問いただすと、電話に出たのはフロントマン。そのまま飛行機に乗れ。と、どうやらギフンは今まで監視されていたよう。この衝突した言動で心を決めたのか、ギフンは飛行機に乗らず引き返す。ギフンの行く先は、これにて、イカゲームシーズン1終了。最終回まで見ても、yazooが多くて、釈然としにゃい終わり方だったに。シーズン2で解決するはず。じゃあ、ここからイカゲームにまつわる巷の考察など、あれこれ紹介。まずはヒットの秘訣。秘訣その1。時代にマッチしたゲームの背景。
韓国社会は日本と同じ自由資本主義。だが、スプーン階級。と言われ、金や銀のスプーンを超えて生まれる。つまり、親が高い地位。高収入でないと人生終わり。本人の努力では社会階層を這い上がることはできない。生まれた時点で全て決まってる。いわゆる親ガチャ。という論調がある。また、北朝鮮からの脱北者や外国人労働者も貧困から脱することができにくい社会構造になっている。そんな韓国社会だが、イカゲームでは参加者の過半数の同意で続行を決定。フロントマンが、ここでは公平に競える最後のチャンスを与える。というように、真の平等。が与えられることがゲームのルールとなっている。この社会構造を風刺するようなゲームのテーマに多くの人が共鳴。韓国だけでなく世界中で社会の不平等さを感じている人から共感を呼び、国を飛び越えた熱狂が生まれたんだよ。もう一つのヒットの秘訣は、様々な考察を読んだ伏線。ただのおじいさんだったのがこのゲームの首謀者だったイルナム。実は第1話のダルマさんが転んだで動いていたり、参加者のファイルに存在しなかったり、最初の前から普通の参加者ではないことがわかるようになっていた。ここにも会場の壁にゲームの内容が記されている。セレクト、ジオンの会話からフロントマンの正体の示唆。など、よーく見ると浮かび上がってくる様々な仕掛けがあり、ネットで考察が考察を呼び、お題が集まることになったんだよ。参加者のファイルはやられたって感じにゃんねー。気づいた人はすごい。じゃあ、最後に、2を楽しむために知っておくべきこと。色と数値に注目。イカゲームでは、赤がゲームの運営側、青がゲームの参加者という法則性がある。ギフンはゲームに招待されるとき、メンコで勝負をしたが、選んだのは青のメンコ。最初話でギフンは髪を赤にしているから、2ではギフンは運営側なんて憶測もある。この色の法則が2でも続くか注目なんだよ。次に数字。1では4、5、6が頻繁に使われ、賞金は456億ウォン。参加者も456人。ギフンのナンバーも456。とマジックナンバーになっていた。456は1から9の中間なので、善と悪、金持ちと貧乏の間で
揺らぐ心境。なんて考察も。また、第1話で義憤が当てた競馬の着順は、6、8、7。これは、義憤、サウ、セビクのナンバーの下1桁となっている。2でも数字に注目すれば、その後の展開のヒントになるかもなんだよ。で、最後の最後。2への癖になりそうな1での未解決事項まとめ。まずは、イ・ビョンホン。演じるフロントマンの謎。ジュノが命がけで探すぐらい慕われていた兄のはずだったが、なぜこのゲームの運営側になったのか。フロントマンとなった理由。イルナム、ピープとの関係は。他にもゲームの勝利後に義憤が監視されていた理由。義憤を招待したメイク男の正体。イルナム以外にも脱落者の中で生きている人は。この辺に注目するとシーズン2をより一層楽しめるようになりそうなんだよ。ジュノは死んでなそうに。なんで？猫の勘に。なんだそりゃ。ってことで、長くやったけど、これら、もろもろ踏まえれば、シーズン2はバッチリに。この動画、あと5回は見てほしいに。なんでやねん。シーズン3まで予定されてるイカゲーム、今後も要チェックに。ということで、今回はこれでおしまい。また次回。バイニー。バイナリー。